おはようございます。 SBFJ 利根川です。関西の奈良県と京都府、その境目を流れている名張川、高山ダム京都川を偵察します。いかにもダムっぽい斜面を降りて釣り場へ到着。今回案内してくれるのは高山ダムに通っている磯松さん。一通り雰囲気を確認したら屋根のある場所まで戻って反対側も偵察します。竿を出す側を決めました。有田みかんの味を。高いけど美味しかった。さっきは手ぶらで偵察していたので、今度は荷物を持って下に降ります。途中まである程度荷物を持っていけばよかったんですが、もしかしたら別の場所で竿を出す可能性もあったので仕方ない。今回は場所も場所なので、あぐらで座る釣り台ではなくまたいで座る釣り台を準備します。釣り台を仮設置、高さを微調整です。銀閣おじさんはここに小物入れられるやん、落ちないやん、工夫してました。ああ、確かに落ちないですね。よっしょ。100、200、300、400。高山ダムのおいしい水。ぐるぐるぐる、マッシュ餌ぐるぐる。給水。朝棚1本を入れてマッシュをほぐしすぎない程度に混ぜます。元餌完成。ようやく腰を落ち着けることができましたが、少し左手前の草が長かったので網を鎌に付け替えてザクザクと設置します。なんだかんだで10時を回っていたので早めのお昼。箸を忘れたことに気づきましたが、取りに行くよりも素手で食べることを選択しました。お行儀が悪くて申し訳ありません。食後のアールグレイティーで一息と見せかけておいて、照り焼きバーガー新発売だったので買ってみました。やっぱりタルタルフィッシュバーガーが一番かな。それでは高山ダム1投目ではありませんが、よろしくお願いします。このポイントは右側が浅くなっていて、左側は少し水深が深かったので、竿掛けを左側に向けて餌を投入しています。一昨日くらいからダムに水を溜めていて、少しずつですが水位が上がっています。釣り台を後ろに上げる必要があるので、今は横木だけで対応していますが、その時に釣り竿の向きを丸ごと変えます。1時間ちょいやったんですが、当たりはもちろん触りもないので、餌はマッシュのままですが底釣りに切り替えてみました。週で餌を投入し続ける人の根性、すごいですね。慣れもあるとは思うんですが尊敬します。途中で佐藤さんが鯉との全力ファイトをしていました。道糸3号、ハリス 1.5 号はそうそう切れません。きっちり手元まで寄せていました。スタートから3時間くらい経った頃、魚からもらった初めての反応です。一旦竿を置いて手を洗ってからまた竿を持って道糸を沈めました。そのせいで浮きが少し動きましたが、定位置の3メモリ目まで行って、慌てて竿を持つも間に合わず、糸ずれだったと信じたい。淡々と餌を投入し続け、次に浮きが動くのは見逃しから1時間後、開始からでいうと約4時間の時が過ぎていました。だいぶ水位が上がり、後ろ足のあたりまで水が来たので、そろそろ釣り台を後ろにずらした方が良さそうです。またぐタイプの台だと気軽に高さ調整ができます。そして間もなく当たります。
何が起こったのかリプレイで再確認。折れてはないです。多分レイディアンかな。リエリアンは残ってるから。まあ道と仕掛けが全部行きました。しばし呆然。太陽が沈んだ頃、浮きの先、餌がそこに溜まっているであろう場所でポコ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 と泡漬けがありました。ですが少し泡のサイズが大きいような。手が動いていたものの空振りでした。これは隣で佐藤さんが魚をかけて撮影しようと立ち上がった時に事件は起こります。動画上ヘラについて地味にこけて右手右足が水浸しの泥まみれ。17時を前に撤収の準備です。今日泊まるホテルでお刺身、焼肉、マコモ麺、天ぷら、ご飯、デザート美味しくいただきました。高山ダム、昨日とは反対側で竿を出します。一気に解放されました。釣り台の準備はこの動画内で2回目になってしまうのでダイジェストです。ひとまずどっかりと座ってどのぐらい足が沈んでしまうか確認。ビデオカメラと横木万力をセット。15尺で酔いそうなので15尺を出していきます。じりじり沈むので爪の部分に枯れた雑草を敷き詰め繊維で沈むのを予防します。餌は慣れないマッシュよりも使い慣れた餌ということで、芋グル、綿グル、シンベラグルテン底でスタート。ぐるぐるぐるグルテンぐるぐる入っちゃった枝をポイッ。それでは本日もよろしくお願いします。釣り方はバランスの底釣り、両方の餌が底についた状態です。昨日は中ということもあってハリスを長めにしていましたが、今日は釣り方に合わせて上が30、下が39センチです。そしてパイプトップの浮きを使っています。あと実はこれ開始してから2投目です。時間で言うと1投目から 3,4 分が経った頃でしょうか。なんだか浮きがいきなり動いちゃってますね。今にも釣れそうな浮きの雰囲気をご覧いただくとして、 1,2 本前の動画で動画編集ソフトをバージョンアップしたようなことを言ったと思うんですが、バージョンアップでソフトはいろいろ充実しましたが動作が遅くなりました。致命的なのがナレーションを入れるときにマイクの前で少し待っていないと録音が始まらないので、そろそろパソコンを買い替えか。今編集に使っているパソコンは買ってから5年半が経ちます。時々パソコンを開けてエアダスターでホコリを掃除しつつ、ハードディスクだけはちまちま差し替えていますが、録画した過去のファイル全部取っておく必要があるのだろうか。そんなことを思っておりますが、間もなく当たります。というかもう食っているようないないようななんだかブルブルしてますね。なんだかがブルブルしてますね。そうですね。真ん中さんですね。真ん中というか、油さんですね。油さん来たー。よいしょ。
来たー。高山ダムで釣った初めての魚はヘラブナではなくマブナでした。ありがとう。1時間も経つと背中側の山よりも高く日が昇って影になっていた場所が消えてしまいました。秋の増水は足元に枯れた草や木のチップというかなんというか細かい浮き込みで季節を感じます。当たりが出るまで少し時間があるのでパパッとスキップ。恋か？恋だ。恋ですね。よいしょ。上がるぐらいの、ちょうど上がるぐらいの。練習と思ってすくいます。このちっちゃい網で55、50、55ぐらいですかね。そうですね。将来のための練習として。大作りになりやがった。よいしょよいしょ、入れたね。よいしょ。いえ来い。ありがとう。さてまた影ができているということは反対側に山の反対側に太陽が落ちたということです。時間にして約6時間が経過しました。ちょっとだけマッシュをやってみたり竿の長さを17尺にしてみたり釣り自体はずーっとやっていましたが反応はありませんでした。これならいくら上まで登るのが大変でも一旦車に戻って仮眠でもしていればよかったかもしれません。でも釣りをしちゃうのが釣り人ですよね。もし車が近かったとしても1時間2時間くらい寝たらそわそわして釣りを再開する気がします。
ちっちゃいな。あ、ちっちゃいけどヘラかな。ちっちゃいけどヘラな気がします。送ったら来ました。やったー。恋すれの12号かけてごめん。ちょうど30弱のおヘラブナさん、太鼓ある。よかった。でも求めてたのは君じゃないけど嬉しいな。まだですね。よいしょよいしょ。大丈夫か。ありがとうありがとうありがとう。お母ちゃん連れてきて。ちょっと上唇が熱かったような気がしなくもないですが、狙っているのはあの子のお母さん。夕方になってちょっと魚が回遊してきたのか、一気に反応が増えました。そして今は動画公開日の当日です。ちょうど12時を回った頃ですが、編集が終わっていません。なんでこんなに編集が遅いかというと、今年は東北、秋のタセコはないかなと思っていましたが、毎年恒例というわけではなく、状況が良くなったということで2日間行ってきました。仕事を終えて眠らず36時間活動して、目を血走らせながらも無事に帰宅。その様子は2本か3本後の動画で公開するので、チャンネル登録をしてお待ちください。濃いか。でもで、確か首振ってるな。ちっちゃい。あ、マブナのスレですね。引っかいちゃった。もうスレです。この子お手手にすれてたマブナさん、ごめんなさい。ごめんね。だいぶ日が沈んで暗くなってきましたが、ポコポコと泡漬けがいっぱいあって、今にも当たりそうな雰囲気っていうか、まあ当たりますけどね。うわー、サイズダウンした。サイズダウンした。シアッパーじゃない？大丈夫か？アッパーか下手すると。竿でミッチートを張ったまま食っているか、針の場所を確認します。あ、食ってる。食っててサイズダウン。このおヘラちゃん食っていましたが、一寸縮みまして、推定25、24。くっせ。くっさいけど、まさかのサイズダウン。でも今度は食ってた。野尻の時と同じような横食いでした。ありがとう。今さっきご覧いただいたのが釣れて数分しか経っていませんが、あれだけすごかった泡漬けがなぜか収まってしまいました。とはいえ浮きが魚に煽られている気配はあるので、もしかしたら大きいヘラブナが寄ってきた。高山ダムといえば太鼓がすごいヘラブナ、それで有名なので鼻息が荒くなっちゃいます。ああ、これでかそうだ。ちっちゃ。よいしょ。ありがとう。こう見るとそれなりにサイズありに見える。よし。1、2頭なので、まあいいとこ5分10分だとは思うんですが、暗くなってまいりました。私はこの次が最後の1頭ぐらいの見え方です。
ちょうど空なんで色が明るいんですよ。周りの方はもう浮きが見えないと言って片付けを始めていましたが、私は空の明るいところに向かって浮きを立てていたので、まだギリギリ見えていました。今年はなんだかカメムシがすごいらしくて、あっちこっちカメムシと、あと雲がすごかったです。ノズリはその辺がつきものなので、うまく対処してカメムシのガスを噴射されないよう気をつけます。これは最後の高山ダムの当たりですが、みんな竿をしまって餌を投入しているのは私だけなので、でっかいの来ないかな。アガリベラサイズアップならずよいしょ。アガリベラ。太鼓あるな。かっこいいで。すごい。もう暗くなる目前、アガリベラ釣ることができました。高山ダム、次こそはでかいのを釣るぞー。夜はめちゃくちゃうまい鶏料理だったり、牛タン入りのメンチカツにイカゲソの唐揚げ、ど定番鶏の唐揚げとお酒を飲みませんでした。なんせ利根川はお酒に弱いもんで。髪飾り。痛い。ベリベリ。髪の毛がもげてる。おにぎり食います。腹が減って、おにぎり。おにぎりうまい。さておまけまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はこの機会によろしくお願いします。そして評価ボタンもぜひ。ではまた次の動画でお会いしましょう。